はい、皆さんおはようございます。八郎です。ちょっと前にですね、皆さんにツイッターで次何作ったらいいですかってちょっとお伺いを立ててみたんですけども、1位がバターチキンカレーでございました。ですので今日はこちらの河川敷でバターチキンカレーを作ってみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。場所なんですけども、この前車で2時間ぐらいかけて海っぺりまで行って、麻婆豆腐作ったんですけど、今回はですね、ほぼ市街地エリア河川敷でございます。こんなところでやっていいのかっていう気持ちもなくはないですが、あまりそんなこと言っていると川に失礼ですから、早速作っていきましょう。はい、じゃあまず何はともあれご飯を炊きたいと思います。前回ですね、ご飯を作るところをですね、すごく丁寧に編集してしまった気がします。今回はですね、テニオ葉をはしょった状態で喋っていこうと思います。さながらトロルみたいにやろうと思います。米入れる、入れ続ける、水入れる、蓋する、火つける、おで待つ。じゃあ早速バターチキンカレーの方を作っていきたいと思います。前回ですね、チタン製の鍋を使って麻婆豆腐が若干焦げてしまったので、アルミの鍋を持ってきました。前回と一緒、これですね、5スタック。玉ねぎを炒めるところからいきましょう。玉ねぎは、1/2個フードプロセッサーで細かくしたものでございます。それにニンニクチューブと生姜チューブを少々加えております。じゃあこれを炒めていきます。ついたね。サラダ油は多めの方がいいですね。こんな感じでしょうか。はい、これそこが丸いんだね。ほらほら、これ地獄が発生すると思う。まあいいか。玉ねぎを鍋に投入していきます。飴色玉ねぎってあるじゃないですか。コツはですね、放置することです。ひたすら頻繁にこう鍋をかき混ぜてしまうとですね、玉ねぎ自体を熱から移動させちゃうということになっちゃうんですよ。ですので、なるだけ我慢して放置することがコツでございます。塩をしていきます。玉ねぎの水分をですね、外に出してあげるのが目的です。その放置の目安なんですけども、焦げるか焦げないかのギリギリを狙ってみるっていうのがいいと思います。これ焦げてるんじゃありませんかっていうところまで行っても大抵大丈夫なんですよ。ツイッターで次のアウトドアご飯何作ったらいいですかってお伺いを立てた時に、バターチキンカレーの他に候補が肉まんとガパオライスととにかく食わせろっていう4つの候補があったんですけど、バターチキンカレーが1位なのは良しとしてですよ、とにかく食わせろっていうところに票を入れる人は何なんですかね。僕はね、バターチキンカレーと肉まんとガパオライスとどれがいいですかって聞いてるのに、とにかく食わせろってちょっとなんかおかしいと思うんですよね。だってあれでしょ、面接行ってあなたはどういう仕事がしたいですかとか、どういう自己実現を望んでいますかって言うと、とにかく仕事させろとか、とにかく俺を入れてくれって、なんかおかしいじゃないですか。おかしいと思うんですよ。いい感じですね。玉ねぎに火が回ってグツグツ言い始めました。ここで我慢です。先ほど飴色玉ねぎって申しましたけれども、外なんでね、ちゃっちゃと手早く済ませてしまいましょう。いい感じですね。じゃあここで一回混ぜましょう。ここに若干の水を加えていきたいと思います。はい、玉ねぎをグズグズにしていきましょう。はい、ちょっとでいいです。こんな感じ。はい、先ほど入れた水分が飛んだなと思ったら、もう一回水を加えていきます。こうですね。はい、じゃあ次はこちらにスパイスを加えていこうと思います。いろいろミックスしてきました。全部パウダーを使っております。ターメリック、フェネグリーク、カルダモン、クミン、カイエンペッパーなどです。鍋に入れていきます。あれ開いたよし、開いたこちらのスパイスを加えていきます。バーン。ちょっと炒めて香りを引き出してあげるのがいいとされているんですけども、焦げるのが怖いのでお肉を投入しようと思います。お肉はですね、鶏もも肉を 100g とヨーグルトをティースプーン3杯ぐらいかな、それにターメリックを加えてネリネリしたものですね。はい、こちらを投入していきます。バーン。
こういう配合、こういう割合でスパイスを使うと美味しくなるよっていう方程式がございます。僕の中にはその方程式はないです。トマトピューレの代わりにですね、野菜ジュースを加えていこうと思います。風味がいいので僕はカレー作る時に野菜ジュースを使っています。大体でいいです。こんなもんじゃないでしょうか。鶏肉生のまま食べちゃうととっても危ないので、ここはしっかり煮込んでいきます。はい、次です。これですね、カシューナッツでございます。15粒、カシューナッツを15粒丸1日以上水につけて吸水させてグッズグズにしたものをフードプロセッサーで細かくしています。でフードプロセッサーで細かくしただけだとまだ粒々が残っているのでですね、100均で買った粉を振る網を代用して裏ごしをしています。バターチキンカレーのクリーミーさの素でございます。はい、カシューナッツ大好きなんですよね。豆全般が好きですね。豆パンとか見ると条件反射で買っちゃいますよね。はい、これをどんどん煮込んでいきます。お米の様子ちょっと見てみましょうか。様子を見るといっても湯気が出ているか否かを確認することぐらいしかできないですけど、湯気は出ていますね。次はですね、バターを入れないとただのチキンカレーになっちゃうので、バターあ、よかったよかった。はい、バターを入れていきます。量はお好みです。バターバーン。続きましてですね、こちらでございます。チーズですね。はい、コクが出てですね、いわゆるそのインドカレーと日本のカレーの中間みたいないい味わいが出るので、僕はよくチーズを入れています。バーン。カレーライスっていいですよね。国民食だけあっていろんなバリエーションがあっていろんな食べ方があって、ここにですね砂糖を入れて味を整えていきましょう。砂糖とパセリを持ってきているんですが、こっちかな。砂糖だといいね。はい、砂糖でした。おめでとうございます。砂糖入れていきます。ここでですねオリーブオイルをちょっとだけ追加します。香りがいいのでね、ちょっとだけ足してあげましょう。ほんのちょっとでいいです。はい、こちらに塩を足していきます。はい、こんなもんですかね。いいでしょう。パセリと生クリームとレーズンをバーン。河川敷で作るバターチキンカレー完成でございます。今日はですね市街地から近い場所ということでですね、食いしん坊のお友達が割と集まってくれました。歴戦の猛者を押しのけて、このバターチキンカレーを食べることができるのは一体誰になるんでしょうか。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。いきますで、どうやって食べるんだっけ。まあこれ一回一口食べてみます。うまい。ちょっと子供には辛いかもけど結構美味しいね。何年食べても飽きないわ。ご飯ともいい味だね。2回食べれば結構慣れるね。とろけます。うまいな。お肉はどこに行った。お肉探しの旅へレッツゴー。歯ごたえあっていいです。やっぱりいつ食べても美味しいですね。もちもちして美味しいです。これこねればもち米になるかもよ。はい、今回はバターチキンカレーを河川敷で作りました。今後もいろんな場所でいろんなものを作っていきたいと思ってますので、僕のツイッターとかもフォローしていただいて、あれが食べてみたいなとかこういうのを作るのを見てみたいなっていうのを教えてくれると嬉しいです。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。